にちは。元気にしていますか？日本語の勉強進んでいますか？今日は8月15日。実は今週多くの日本人が仕事を休んでいました。病気で休んだんじゃないですよ。今週はお盆休みだったんです。皆さん、お盆って聞いたことがありますか？これは日本の伝統的な夏の行事です。行事はイベントという意味です。このお盆という行事は日本人にとってとても大切な行事です。なぜなら死んだ人のことを思い出す日だからです。ちょっとスピリチュアルな行事なんですね。今日はそんなお盆についてお話ししたいと思います。これは聞き取りの練習にもなります。中級から上級の表現を使っています。もしこのレベルが難しいと思う人は字幕をオンにしてください。また私のブログでスクリプトを配信しています。スクリプトを使って動画と一緒に発音してみる練習もとてもおすすめです。楽しみながらたくさん勉強しましょう。それでは早速始めましょう。お盆は仏教に関係する行事です。仏教では人は死ぬと浄土に行くと言われています。浄土とはあの世、つまり私たちの住んでいる世界ではない別の世界のことです。死んだ人の世界です。ところで日本人の間では死ぬことを亡くなると言い換えたりします。死ぬはとても直接的な言葉なので、亡くなるという少し間接的な言葉で置き換えます。これも覚えておくといいと思います。お盆は8月13日から16日の間に行われます。その間、亡くなった人、つまり死んだ人が浄土から私たちの世界に戻ってくると言われています。そのため、お墓をきれいにしたり、お寺からお坊さんを呼んでお参りをしたりします。お盆の過ごし方は地域によって違います。ある地域ではこんな風に野菜でできた飾りを準備します。これは何だと思いますか？足がついていますね。そうなんです。これは動物を意味しています。ナスは牛、キュウリは馬です。これらは亡くなった人が乗る乗り物なんです。馬は速く走ります。一方で牛はゆっくり歩きますね。亡くなった人が私たちの世界に戻ってくるとき、足が速い馬に乗って戻ってきます。帰りは足が遅い牛に乗ってゆっくり戻っていきます。私たちの世界に少しでも長くいてほしいんですね。それからある地域では迎え火と送り火をします。これは何かというと、文字通り火をつけることです。
お盆が始まるとき、亡くなった人が迷わず家に戻ってこられるように、目印として家の外に火を焚きます。これが迎え火です。そしてお盆が終わるとき、亡くなった人が迷わずあの世に戻っていけるよう、出発点として火を焚きます。これが送り火です。また、日本の南、長崎県では、精霊流しと呼ばれる行事があります。これは送り火と意味が似ています。お盆が終わるとき、亡くなった人を元の世界に戻すため、木でできた船を海や川に流します。お祭りのように見えますが、そうではありません。亡くなった人を思い出すための仏教の行事です。お盆の間、普段家族と離れて住んでいる人はふるさとに帰ります。そしてゆっくり家族との時間を過ごします。どうですか？少し悲しい気持ちになっちゃいましたか？私はお盆は家族との大切な行事だと思っています。亡くなった家族が家に帰ってきてくれると思うと不思議で少しだけ悲しい気持ちになります。今日のお話はこれでおしまいです。皆さんが住んでいる国もこのような家族との行事がありますか？もしよければコメントで教えてください。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバイ。